はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、KZ-AM16 フル BA モデルです。そなたが最近の KZ のフル BA モデルとしては集大成に近いのかななんて思ってたけど、さすが KZ さん、フル BA のニューモデル出してきたんだ。ジャックさんは、そなたがお気に入りだったよね。AM16 の第一印象はどんな感じ？フル BA らしくない、パワフルで濁りの少ない低域が魅力だね。最初から言っちゃうけど、これは買いなモデルだと思うわ。価格っていくらぐらいだっけ？2バージョンあって、ベースエンハンスドエディションの方がちょっと高めですけど、アリエクだと6000円台で販売しているところが多いようです。そなたは？安めのショップで14000円ぐらいからあるね。そうだよな。AM16 はドライバー構成がそなたの片側 14BA には及ばないとはいえ、質感と空間表現がお値段以上だと思う。珍しく結構褒めてるね。ドライバー構成と配置は上の通りで、使ってる BA もおなじみの型番ではあるんだけど、低域用の22955が新しくなったようで、形も以前とは違うよね。これが AM16 の大きな特徴だろうね。そうなんですね。外観は金属と樹脂の構成の割に片側 10g とちょっと重め。サイズや形状はこれまでの KZ のフル BA モデルとほぼ同じです。フェイスプレートは KZ ゼニスっぽい感じでトライアングルを取り入れたデザインが特徴的です。音漏れは結構あるんで、外で使用の際は気をつけた方がいいでしょう。その分開放感は感じられます。開放感は再生環境によって結構違うんで、マッチすればすごく空間が心地いいし、合わないとそれほどでもなかったわ。リケーブルしてバランス接続にした方がベターだとは思うよ。はい、愛も聞いてみてそう思いました。今回はこの4モデルを AM16 と比較してみたよ。共通点は KZ のフル BA モデルということ。価格帯とドライバー構成では AS16 Pro と AS10 Pro がメインの比較になると思ったんで、音収録はこの2モデルと AM16 の3モデルにしたんだよね。そう、まず音を聞いてみようか。はい、ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。はい、サウンドチェックでした。AS16 Pro はドライバー構成が AM16 と同じ片側 8BA ですが、鳴り方はだいぶ違いますね。200Hz 以下の低域が強いね。
中域の立ち上がりがめっちゃ速くて、1キロ過ぎから3キロぐらいまでが目立つから、かなり個性的な傾向じゃない？そうだな。この頃の KZ のフル BA ってちょっと苦手な音質だった。AS16 Pro は5キロ以上の小域が弱く、すっきり抜けてこないんだよね。その点、AS10 Pro は AM16 に波形も効いた感じも似ていたように思います。発売時期が近いこともありますかね？そうだね。AS10 Pro の方が小域がやや強めに出ているように感じたね。AM16 は波形上このピークは AS10 Pro より上にいるけど、小域の感じは AS10 Pro よりやや落ち着いていて、その分低域をしっかり聞ける感じだったかな。BA の差が片側で3つだけど、出音はあんまり変わらない感じだったね。価格帯も似ているし、これから買うなら AM16 になるかな。逆に AS10 Pro を持っていたら AM16 を無理して買わなくても良さそう。そうね。AS10 Pro を改めて聞いてみたら、以前レビューした時より印象良くなってたもの。それはあるね。下の2モデルは価格帯が上で、ドライバー数も AM16 より多いけど、あえて比較してみたの？そう。このグラフは両モデルともチューニングスイッチオフだけど、スイッチ設定で低域は AM16 と同じぐらい出せるから気にしなくてもいいと思う。個人的な感想に過ぎないけど AS24 Pro あたりから聞いた感じ結構良くなってきたなーって思ってた。AM16 を最初に聞いた時、ナイス HCK スノールナにリケーブルイヤーチップはリマイナスベルベットで聞いたんだけど、空間が広く開放感もあるし、低域も量感質感ともにいいんで、予算的にそなたに手を出しにくい人に AM16 はかなりおすすめかなーなんて思った。価格差が倍以上あるもんね。で、改めてそなたと AM16 を交互に聞き比べてみたんだけど、結論はやっぱりそなたの方が自分は好きだな。そなたはドンシャリ感が薄く、音に厚みがあるのと鋭い音が少ない傾向って言えば伝わるかな。広域のことですよね。AS10 Pro、AM16、そなたの順で柔らかさがあるってことですかね。そう、そんな感じ。価格もドライバー構成もそなたが上位なんだから、そりゃあいいはず。でも価格差分、音に差があるの？そこは一概には言えないけど、6000円台ぐらいで買えるフル BA でこれだけしっかりなれば文句ないと思うし、そなたと比較してるから細かい点に気づいただけで AM16 は実際いいよ。AM16 を聞いた感じ、もうちょっと具体的に教えてほしいな。低域の量感、アタック感が両立していて AS10 Pro より聞いた感じ、前へ出てくる印象。これは AS10 Pro の広域が AM16 より目立つことも関係していますね。そう思った。低域重視の人はベースエンハンスドエディションを買えばいいと思う。個人的には通常バージョンで物足りなさは感じなかったし、低域用の新しい BA22955 のなり方の効果もあると思ったわ。ドンシャリ気味なチューニングなこともあって、低域が及ぼす他の帯域への影響はほとんど感じないかな。中域はそなたほどの厚みはないけど、すっきり聞きやすい。2.5 キロあたりのピークがあるから、ボーカル、メロディーはしっかり前で聞ける。7キロあたりのピーク、結構出てるよね。そうですね。ボーカルの自殺音は時々感じるかな。シンバル系は緻密な質感で邪魔にはならない。広域全体の抜け感はいいね。フェイスプレート側からの音漏れがある分、空間、開放感、そして広がりもある。開放感はこれまでの KZ のフル BA にはなかった特徴かな。だいたいこんな感じ。買いやすい価格帯だし、フル BA をこれから試す人にはおすすめなモデルだと思うよ。AS10 Pro もいいね。そうですね。買っちゃいます。はい。ということで、KZ のフル BA モデル AM16 のレビューでした。じゃあ、また次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。